チェンバーボーン。アップデート6。灌漑のため清水弁で水位を一定に保つことに成功したが水門の設定忘れで干からびかけた我らがビーバー。でもなんとか犠牲者を出さず乗り切った。枯れた植物を植え直し復興させるぞー。まずは止めてた農場を稼働。干ばつ中も収穫した栗やじゃがいもを調理してたから、食料は意外と余裕があるぜ。ゼロになった水も回復傾向。そして丸太が枯渇。植林した湖周りが見事に枯れとる。でも川沿いの植えるだけ植えて放置してた多くが成長してたので、これ伐採すれば OK。ギリ丸太なし生活にならずに済んだぜ。おっとお次はアクシオが来る模様。水門チェック。せっかく水位自動化したんだ。設定ミスで水ダダ漏れとかもう勘弁してくれよ。こうやってしっかりチェックしてるから大丈夫。多分かよ。アホほど建材必要だった汚水装置がもうすぐ完成。ある程度準備済みだったとはいえ早いな。アクシオが来たどー。日数は12日、分水してるから干ばつと変わらん。日数短いからこれは超楽勝だ。植林し直そうかと思ってたけどここも漏線されとるやん。この水路お前が作ったのに気づくの遅すぎん。怒りの葉っぱうるせえ夜中に爆破すんな。汚水装置が完成したので近道掘りました。これから毎日ここから汚水が運ばれるから、道は一歩でも近い方がいいぜ。汚水ポンプは今日で廃業です。汚水の汲み上げ速度こっちの方が速いし、干ばつでも動くから汚水が安定供給できそうだ。これでダイナマイト作り放題だ。やりすぎて爆破ジャンキーにならないようにな。おい。止めてた遠心分離機も再稼働。でもこれビーバー怪我しやすいので注意が必要。では医療ベッドを大量設置。怪我の予防ではなく治療を強化する。これがビーバーロックな生き方。ベッドの周りは無駄に飾ったから治療中はがっつり幸福度上げられるよ。無駄に豪華。トリプルダイナマイトでバッテリーの底下げ工事。3マス下げたら容量が600増えました。1マスで200増える。やったー。お、川の底下げ工事か？それもあるけどここには新しいポンプを設置しようかと。ちなみにここの川深さは最大で3までしか掘れない模様。これ以上はマップの地下で掘れません。でここは芝トリプルで埋めましての。大きな給水ポンプ。でけえ？その分3匹働けるしノズルの深度も4にパワーアップ。さて完成してた水源前ダムの様子を確認。湖の深いところに合わせて清水弁設定したのな。湖の水を少しでも長く持たせる作戦。溢れたりはしてなさそうだし、ちゃんと自動化できてそうだ。はっぱー。トリプルダイナマイトの供給が安定して、底下げ工事も着実に進んでおります。デスマウンテン全部吹き飛ばしてやらほどほどにな。大きな給水ポンプ、完成だー。今までの給水ポンプが1時間水3くらいで、大きいのが5くらいかな？これで水を汲む体制は万全。だが短いアクシオなのに残り1日で湖の水消滅。メインダムの貯水があるから平気だけど、これじゃ長期の干ばつに耐えれるかは怪しいねー。命の水。余裕で乗り切れたが多少課題が残った。重力バッテリー3がピンチ。遠心分離機とかガンガン回してるからちと動力不足か。旧型のポンプ撤去完了。今までご苦労様でした。ここの水位が低いと長期干ばつで自然の蒸発だけで乾いちゃうので底下げをします。最大で震度3までしか掘れないが、それなりに効果はあるかな？で地道な底下げ工事を続けてたら、干ばつ24日が襲来。普通に投げはい水門チェック。自動化してても心配性。さすがに散々やらかしてるしね。復興のせいで地味に開発遅れております。多少は水も余裕ができてきたのでビーバーの数を少し増やしましょ。ダブルロッジ2件追加。家の前の道に屋根つけて幸福度もアップ。ついでにビーバーよく通る道に意味なく屋根設置。見た目にこだわらない小細工入りまーす。お次は大きなタンクの導入。貯水量は驚異の1200。50ビーバーの12日分の水の保管が可能。使ってた中ぐらいのタンクの水を移してからこっちも大きなタンクに建て替え。これで20日くらいの干ばつなら最悪タンクの水だけでいけるぜ。これはかなりの安心感。さらば30しか保管できぬ雑魚よ。こらこら。干ばつ明けに少し水ダバーしてるので洪水予防に堤防を水門に建て替え。余分な水はここから捨てられるので下での洪水が緩和されます。意外としっかり考えてるな。で汚水の汚染を防ぐために汚染防壁をここにずらっと設置。滲んで汚染されるのを防ぐぜ。
福利厚生のアップのためにダンスホールを多く設置できる場所がもう街の端っこしかない。あ、これ撤去できるのか、使い道がわからないし壊しちゃおう。意味はないけど破壊。せっかく汚染防壁張ったのに。カッサカサじゃねえか。ここ植林に向いてない。撤去？所詮何も考えてないビーバー脳であった。これにはビーバーも思わず夜叉の構え。そんな目で見ないで。ってここダンスホールか。ビーバーたちが踊ってる。愛らしい。このビーバーの尻尾の付け根部分とかなんかいいな。撫で回したい。やめとけセクハラで怒られるぞ。掘ってるスクラップが減ってきたので、遠くの遺跡にも清掃員の起点を設置。こりゃかなり遠いな。ふくらはぎパンパンになりそうだ。爆薬の設置がここまで進んだので、不便になるけど一時的に足場を撤去。してから気づく、ここ爆破すると水が手前に溜まってしまい水が汲めなくなると。バカなの？ストレートな罵倒はやめていただきたい。すまん。葉っぱゴリ押しで水路つなぐぞー。解決方法が脳筋そのものであった。これでメインダムの水は全部使えるはず。あ、やべえ、工事途中だけど川の水が普通に枯渇した。24日の干ばつ&大きなタンクへの水の備蓄じゃさすがに持たなかったか。ダイナマイト設置急げー。一番下まで掘り下げろ。そうすればメインダムの底の水が少し残ってるぞ。最大限に貯水するため、メインダム建設時にマップ一番下まで掘り下げてから清水弁を設置してある。ダイナマイト準備完了。行くぞ、ハッパー。これで清水弁の一番下の水も流れるようになったのかな？メインダムの貯水が無駄なく流れるようになりました。ポンプ前の底下げもできて無事橋の工事再開。少し畑が干からびてるが川の水も少し復活。ソーダアップデで追加された便利と噂の突出部をアンロックして、ここに屋根付けよう。足場でできることをわざわざ新しいものですな。でけた？空中に水路とか作れる便利アイテムを普通に使うのず。いいじゃんかっこいいし。できたばかりだけど大きなポンプ破壊じゃあ。どうした急に土地狂いやがって。ポンプのノズル部分の掘り下げ忘れてた。二度手間。これにはビーバーも思わず夜叉の構え。それさっきも見た。いのー、ちの水。長かった24日の干ばつを乗り越え、大地に命の水が染み込む。ポンプのある川が干からびかけたけど、なんとか水枯渇せずに生還。すぐ干からびる湖に草木はいらん。もっと早く気づけ。これですっきり。結構貯水量増えてきたかな？これでもギリギリ、これがハード難易度3だ。川を枯渇させずに長期干ばつを乗り切るのはまだまだ厳しい。底下げ工事続行だ。爆薬の在庫もあるしすぐ終わるかな？適当に作った工場を少し手直ししたいのでこっちも少し整地。ビーバーの数も増えてきたし工場フル稼働だ。そういえば前からこの部分気になってたんだけど壊したら取り返しつかなそう。ああ、そうだ。壊さなくても確認できるんかい。大穴の中に金属の取れる地下遺跡発見。下手に穴開けてたら水そこに流れ込んでたな。この地下遺跡、使わない手はない。水没してるし他にも遺跡あるぞ。さっきアンロックした突出部と防水フロア使って、地下トンネル掘って採掘したい。絶対他の遺跡使った方が楽だぞ。地下トンネルロマンあるじゃん。ロマン優先かよ。効率よく製鉄するため、いつか巨大な工業地区もこの辺に作りたいね。風車や山もある、遺跡発見で都市計画ができたがこれ実現するのは時間がかかりそうだ。目指せ、湖の地下遺跡。こっちの方が絶対楽なのに。トンネル掘りたいからやだ。変なところでわがまま。まあ今は都市計画立てたところで、掘り下げ工事で忙しくて大したことできないよ。命の水が最優先。水がないとビーバーも増やせぬ。メインダムの掘り下げもいい感じに進んでおります。山だった部分もマップ一番下まで掘っとる。でまた干ばつ24日が襲来。前回よりダムの貯水増えたし、貯水タンクの水もいっぱい、ビーバーの数は増えてるがなんとかなりそうだな。掘り下げ工事中に出た端材がダムの底に。さすがのビーバーもそこまで取りに行けない。って何してんだ？堤防の建設予定出すとそこにある資材は勝手にどかされるからビーバーが取れる位置にずらしてます。小細工入りまーす。ダイナマイトの生産が追いついてないので、こっそり爆薬工場を建てましい。工場が増え怪我するビーバーが激増。仕方ないので可愛くないけどボットの導入を決定。ボット作成には胴体腕頭が必要で、それを組み立てる組み立て工場も建てなきゃ。あとボットの燃料を加工する精製所も必要みたいだ。仕方ない、少しずつでも作ってきましょ。精製所ではメープルシロップも使うみたいなので撤去して植え替え。多くもったいな。
って丸太の在庫1800もあるだと？追加で地下倉庫作らなきゃ。ちょっと前にゼロになったのにあっという間に丸太町じゃ。はい、ボット関連工場。見た目を気にしない安定の横面建設。大規模工場は地下遺跡開発してからだよ。ほれ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 穴を掘れ。結構深い穴になったな。これならビーバー追加してもいいかなとトリプルロッジ追加。ダサい屋根もおまけ。うっかりミスで一段掘り下げ失敗の図。橋を架けて上から爆薬設置するワイルドなビーバー。はっははっははっは大量のダイナマイト、爆破ジャンキーの初期症状です。地下遺跡活用の工事でこの辺一掃するので、効率上げるため爆薬と生成物ここに運ばせよう。爆破ジャンキーの中期症状。チェ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 メインダムの貯水槽が綺麗に掘れました。でここは隔壁に清水弁をつけて、手前の貯水がなくなったら奥から自動注水。それにより先に貯水槽の片方が空になり、蒸発する面積を減らす仕組み。だけどこれだとそれはできません。ダメじゃねえか。この方法だと結局両方の貯水槽に常に水が入っちゃうのでダメ。解決編は数サイクル後だ。気になる方はお見逃しのないようチャンネル登録だ。バッテリーシャンピンチ。風車追加のお時間です。ボット工場もできたけどこりゃ動力が先だね。ボットの燃料もまだだしな。板の在庫が切れちゃったのでついでに倉庫を地下貯蔵庫に建て替え。地味な工場改善。いのー、ちの水。ではボット製作に着手したところで水を残して干ばつ24日も乗り切れたので今回はここまで。ジャスティスビーバーさんの新曲とともに、今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。傷ついた仲間と夢を語り合った命の水さえも枯れかけてた日々風車が回ればエネルギー生まれて保てバッテリー僕らの力に未来のロボよ共に歩もう自然の力をその胸に宿して僕らの希望はここから始まる怪我する仲間を救い出せ怪我する仲間を救い出せ機械の心臓に息吹を吹き込んで壊れた歯車も今は動き出す仲間の笑顔がエネルギーになって明日への道を照らし出すから未来のロボよ共に歩もう自然の力をその胸に宿して僕らの希望はここから始まる新しい世界を作り出せさあ立ち上がれ傷跡さえも音色の証未来のロボよ不安に共に自然の力が導いてくれる